バイオハザードシリーズにはこれまで数々の主人公が登場してきました。中でもクリス・レッドフィールドは初代バイオハザードから登場した中核メンバーであり、作中のメインストーリーをたどっていく上で外すことのできない最重要人物であると言えます。さて、そんなおなじみのクリスについて、皆さんはどの程度知っていると言えるでしょうか。次の質問に答えてみてください。1、クリスのフルネームは？ 2、ビレッジ時点で何歳？ 3、クリスをスターズにスカウトしたのは？ 4、クリスの趣味は？ 5、ジルとは恋人関係にある？ 6、ビレッジの英語版声優は？他のどのバイオ作品のキャラクターを担当した？ 7、クリスが登場したゲーム、CG アニメーションのバイオ作品は全部で何作品？ 8、クリスはウェスカーとシリーズ全体で何度対戦した？ 9、ジェイクに父親を殺した理由を何と答えた？ 10、クリスとコンビを組んだことがあるのはジル以外では誰？ 11、クリスがルーカス・ベーカーを捕獲するために参加した作戦名は？ 12、クリスが率いている BSAA 精鋭部隊の正式名称は？一つでもわからないところがあった方は、ぜひ最後まで視聴していただき、クリスの理解を深めていってください。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードシリーズに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。バイオハザードシリーズのゲーム、CG アニメーションの作中ではクリス、もしくはレッドフィールドと呼ばれていますが、実はクリストファー・レッドフィールドが本名であるとされています。これはバイオハザード7において、ルーカスからの通信でクリストファーと呼ばれているところから推測されています。身長と体重は初代バイオハザードからコードベロニカまでと、バイオハザード5以降で変化しており、コードベロニカまでは181センチ 80.5 キログラム、5以降は185センチ 98 キログラムとなっています。5以降で体重が増えている理由は皆さんお察しの通りですが、いい大人が4センチメートルも身長を伸ばしているのは驚きです。趣味はロックを聴くことで、スターズオフィスにはギターも置いてあります。射撃の腕は作中の人物でも群を抜いており、スターズオフィスには数々の大会で優勝したトロフィーが飾ってあるものの、作中で射撃技術が披露された場面は実は多くありません。どちらかというと体術の印象が強すぎて、射撃は注目されなくなっている感がありますね。もともとはアメリカ空軍に所属しており、戦闘機やヘリの操縦も得意としていましたが、上官とのトラブルが原因で除隊しています。信念が強いクリスは上官と意見が対立しても一歩も引くことがなさそうなので、反りが合わなかったということなのでしょう。リアルでも割とありがちな話ですね。そこを友人であるバリー・バートンにスカウトされたのがきっかけで、スターズのアルファチームに入隊し、偵察や陣地確保などの最前線での活動を任務とするポイントマンというポジションについています。クリスの家族は妹のクレア・レッドフィールドだけであり、両親はすでに他界しています。そんな妹のことや身内である仲間を大切にする強い思いを持っている反面、それが裏目に出たり暴走の原因になってしまうこともあります。ジル・バレンタインとは初代バイオハザードの時から固い信頼関係で結ばれたパートナーであり、普通の仲間以上の感情を持っている描写が見られますが、残念ながら恋人関係にあるのか明確にはなっていません。そろそろクリスとジルを結婚させろという要望を入れたファンがいたことがバイオハザード7の開発者インタビューで明らかになっていますが、スターズオフィスのジルの机には若い男性の写真がありましたので、クリスと恋人関係にならないのは、もしかすると昔の男が忘れられないからなのかもしれませんね。また喫煙者ですが、作中で吸っている様子が見られるのは初代バイオハザードとビレッジ内の2場面だけです。まあタバコを吸いながらできるような任務ではないでしょう。クリスの声優担当はシリーズにおいて変遷がありますが、最新登場作バイオハザードビレッジの英語声優はジェフ・シーンさんです。実は RE3 のカルロス・ゴリベラの声優もジェフさんが担当されています。日本語吹き替えの声優は皆さんおなじみのトーチヒロキさんです。トーチさん以外にクリスボイスの適任者はいませんね。ここからは各登場作品におけるクリスの足跡を、彼の心情変化を交えながら追っていきましょう。1998年夏、クリス25歳、
アメリカ中西部の地方都市ラクーンシティの郊外で住民が食い殺されるという猟奇的殺人事件が発生。事態を重く見たラクーン市警は特殊作戦部隊スターズに出動を要請。7月23日の夜、同部隊のブラボーチームが町郊外のアークレイ山地にヘリで捜査に向かいますが、その後通信が途絶え、チームは行方不明となってしまいます。翌日24日の夜、クリス、ジルらが所属するアルファチームがブラボーチーム捜索のため現場へと向かい、墜落したヘリとパイロットの遺体を発見。直後に、皮膚の至るところが腐り落ちた、異様な姿の野犬の群れに襲われてしまいます。ヘリで待機していた隊員ブラッド・ビッカーズは恐れをなして、仲間を置いたまま逃走。残されたクリスたちは暗闇の森を逃げ惑い、一軒の古びた洋館にどうにか逃げ延びるのでした。この時点でクリスは想像すらしていなかったでしょう。その後に続く長い戦いの始まりになることを、洋館のホールにたどり着いたのもつかの間、一発の銃声が辺りに響きます。クリスは心配するジル、隊長のウェスカーを残し、銃声の鳴った場所に調査に向かうことにします。この果敢な行動力は、スターズのポイントマンとしてのクリスの適性を表していますね。しかしそこにあったのは、全身が腐り果てた、どう見ても死んでいるはずなのに動く人間、ゾンビと、無残に食い殺されたブラボーチーム隊員のケネスの遺体でした。さすがのクリスもこの段階においては、冷静さを保つのは難しかったでしょう。あまりの異様な状況を報告しようと急いでホールに戻ると、そこにいるはずのジルとウェスカーは、忽然と姿を消していました。クリスは行方不明となった仲間の消息と脱出手段を求め、洋館内を調査することになります。洋館の中は至るところにゾンビや異形のクリーチャーが徘徊し、ブラボーチーム隊員の変わり果てた姿を目撃しながらも、生き残りの隊員のレベッカ・チェンバースと合流、迷路のように入り組み、様々な仕掛けの施された洋館を進んでいく中で、そこが巨大製薬企業アンブレラの総帥、オズウェルギー・スペンサーの所有するもので、研究されていたウイルス、T ウイルスを用いた生物兵器の実験のカムフラージュのために建てられたこと、連続猟奇殺人事件へのスターズ出動自体が、生物兵器の実践データを得るために仕組まれていたことが判明します。その事実を掴んでいたブラボーチームのリーダー、エンリコ・マリーにはスターズ内に入り込んでいる裏切り者の存在をクリスに示唆し、射殺されることになります。そしてクリスは洋館の地下に隠されていた研究所の最深部で、隊長のウェスカーと対峙します。彼こそアンブレラがスターズに送り込んだスパイであり、すべての黒幕であったことを知ったクリスは、信頼していた隊長のまさかの裏の顔に驚愕し、憎悪と復讐心を抱きます。この時の心理状態が、その後のバイオハザード事件に関わるクリスの考え方に大きな影響を与えていくことになります。クリスを抹殺するため、ウェスカーは最強の生物兵器タイラントを解放しますが、暴走したタイラントは逆にウェスカーを手にかけてしまいます。後にこの暴走自体もウェスカーが仕組んだ計画の一部であることが判明します。クリスはなんとかタイラントを倒しますが、研究所では自爆装置が作動。クリスは囚われていたジル、レベッカと共にヘリポートに移動し、上空で待機していたブラッドに合図を送ります。そこに暴走状態となったタイラントが再び登場。クリスたちは死闘の末、ブラッドの投下したロケットランチャーでタイラントを撃破。爆発の寸前で研究所からの脱出に成功し、悪夢の一夜からの生還を果たします。しかし、クリスにとってこの悪夢は序章にしか過ぎませんでした。後に洋館事件と呼ばれるこの事件について、クリスたちは背景にある T ウイルスの存在とアンブレラの陰謀を所長のブライアン・ハイアンズに報告するも、彼もまたアンブレラの息がかかった人物の一人であり、事件は公にされることはありませんでした。さらに独自の調査で T ウイルスよりも強力な G ウイルスの存在を知ったクリスは、ジルやバリーと共にアンブレラを崩壊させることを誓い、調査のために単身ヨーロッパへ旅立っていきます。クリスは妹のクレアを巻き込むことのないよう、洋館事件以降彼女との連絡を絶っていましたが、逆にそれが裏目となり、ラクーンシティの大規模バイオハザードに巻き込まれてしまいます。クレアはラクーンシティで得た情報をもとに、行方不明となった兄の消息をつかむため、単身アンブレラヨーロッパのパリ研究所に乗り込みます。そこで囚われの身となったクレアは、
アンブレラ創設メンバーの子孫であるアシュフォードが管理するロックフォート島に投獄され、再びバイオハザードに巻き込まれるのでした。脱出方法を探る中、ラクーン事件で共に脱出を果たしたレオン・S・ケネディに救援を求めます。しかしレオンはこの時合衆国エージェントとなるための訓練中であったためか、クリスにクレアの状況を伝えることにします。この時クリスとレオンは直接面識はなかったはずですが、どうやって連絡先を知ったのかという細かいツッコミはさておき、レオンからの連絡を受けたクリスはロックフォート島に急行するも、クレアを捕らえた張本人であるアンブレラの警備部隊長ロドリゴ・ファンラバルより、すでに輸送機で島を脱出した後であることを知らされるのでした。クレアの行き先を調査する中で、クリスは思わぬ人物との再会を果たします。それは洋館事件でタイラントに殺害されたはずのアルバート・ウェスカーでした。ウェスカーはウィリアム・バーキンから入手した試作段階のウイルスを投与し、タイラントに襲わせた上で自身の死を装い、タイラントとアンブレラのデータを手土産に HCF に身売りする計画を目論んでいました。しかし、ウェスカーが目覚めた頃にはタイラントはクリスたちにより倒された後であり、計画を潰されたウェスカーはクリスに激しい恨みを抱いていました。クリスはロックフォート島のバイオハザードもウェスカーの仕業であることを瞬時に悟り、向かっていこうとしますが、ウイルスにより超人的な力を得ていたウェスカーにはなすすべなく殺されかけます。とっさにサングラスを払ったクリスは、ウェスカーの瞳の状態から人ならざるものに変化していることを知るのでした。その時タイミングよくアレクシアからの通信が入り、ウェスカーはなぜかとどめを刺さず、アレクシアを追ってその場を去っていくのでした。南極研究所にクレアがいることを掴んだクリスも、戦闘機を買って救出に向かい、部隊は南極へ、そこには15年のコールドスリープから目覚め、T・ベロニカウイルスと共生した、アレクシア・アシュフォードが待ち構えていました。クレアを救出したクリスは苦戦の末、アレクシアを撃破しますが、そこにはさらに T・ベロニカを投与されたスティーブの遺体を回収したウェスカーの姿がありました。南極研究所の爆破が迫る中、クリスはスターズメンバーの生き残りとして、宿敵ウェスカーとの因縁に決着をつける決意を固めるのでした。コード・ベロニカの中でも、クリスとウェスカー、二人の対決は屈指の名シーンですね。しかし、ウィリアム・バーキンから入手した試作段階のウイルスを投与したウェスカーとの力の差は歴然としており、クリスはあっという間に窮地に追い込まれます。クリスはとっさの起点で反撃に転じ、ウェスカーにダメージを与えることに成功しますが、爆破の影響に水を刺され、ここでの二人の対決は痛み分けに終わります。クレアと共に戦闘機で脱出する際に、クリスは自身を見上げるウェスカーの姿に気づきます。睨み合う二人。この時クリスはいずれ再び相まみえるであろうウェスカーとの決着をつけるため、ある決意を固めるのでした。洋館事件。南極での事件から5年後の2003年。この時クリス30歳。アルバート・ウェスカーが意図的に流したアンブレラの新型 BOW 開発の情報を受け、ロシア政府により結成されたハイアンブレラ特殊施設部隊に、クリスはジルと共に合流します。この部隊はバイオテロの鎮圧を目的とした組織で、民間組織でありながら軍隊並みの武器、装備を保有し、後の BSAA の前身となる組織です。クリスとジルは研究所を吸収しますが、所内はすでに大規模なバイオハザードが発生しており、クリーチャーの巣と化していました。ゾンビたちの襲撃をかいくぐりながら、先に進む二人の前に、皆さん大好き、レーザートラップの罠が立ちはだかります。しかし軽い身のこなしでかわすクリスとジル。クリスにこんな軽快な動きができた時代もあったんですね。そして最深部へと到達したクリスとジル。そこで待っていたのは噂の新型生物兵器テイロスでした。これはレッドクイーンと呼ばれる AI で制御された新型のタイラントで、分厚い装甲とロケットランチャーを持った強力な BOW でした。しかし、クリスとジルという強力ツートップの前には敵ではなかったのか、テイロスを撃破します。洋館事件以降失態続きのアンブレラは、このロシア支部におけるテイロスを使った計画で、復活を目論んでいましたが、クリスたちの活躍によってあっさりと阻止されることになります。同じ頃、クリスたちがテイロスと対峙している裏で、ウェスカーはアンブレラの上級幹部、セルゲイ・ウラジミール大佐を追い詰め倒します。そしてアンブレラの極秘情報をすべて奪い、これまでのバイオハザード事件の証拠をリークすることで、この事件後アンブレラは裁判に敗れ、
倒産することになります。アンブレラ打倒という一つの区切りを迎えたクリスですが、まだ決着のついていない宿敵との再戦に闘志を燃やすのでした。アンブレラ崩壊後、開発されたウイルス兵器や生物兵器は闇市場へと流出。世界規模でバイオテロが頻発する新たな時代へと突入します。世界各国の製薬企業から構成される製薬企業連盟は、同業企業が責任追及されることを危惧し、資金を拠出し合って BSAA と呼ばれる新たな対バイオテロ専門組織を設立。クリスとジルは創設メンバーオリジナル11の一員として所属し、バイオテロ鎮圧の前線に立っていくことになります。2005年、この時クリス32歳、テラグリジアパニックを引き起こしたテロ組織ベルトロが復活しているとの情報が BSAA にもたらされます。クリスはジェシカ・シェラワットと共に調査のため、ベルトロの拠点があるという北欧の雪山に向かいます。一方同じ頃、ジル・バレンタインは、同僚のパーカー・ルチアーニと BSAA 代表のオブライエンと共に、海岸で謎のウイルス感染性漂着物の調査を行っていました。その直後、オブライエンから、ベルトロの調査に向かったクリスとジェシカからの通信が途絶え、消息不明となったという緊急連絡が入ります。二人は北欧の雪山に向かったはずなのに、なぜか地中海の海上で通信が途絶えていたのでした。オブライエンはジルとパーカーに、その座標の場所に向かいゴーストシップと化したクイーン・ゼノビアの内部にクリスたちを捜索するよう指示を出します。しかし、ベルトロの復活とクリス、ジェシカの行方不明もオブライエンの自作自演であり、すべては FBC 長官モルガン・ランズディールが自身の権力拡大のためベルトロと共謀してテラグリジアパニックを引き起こした真実を白日のもとにさらすために仕掛けた罠でした。クリスはオブライエンの狂言に翻弄されながらもジルと合流し、モルガンが黒幕であることを示した証拠をつかむため、クイーン・ティードの内部に潜入。最深部でベルトロ首謀者のジャック・ノーマンと対峙します。T アビスウイルスを投与し続け、証拠を奪いに来る FBC の資格を待ち続けていたノーマンは、タイラント型の BOW に変貌。繰り出す幻覚攻撃にクリスとジルは苦戦します。そしてノーマンをなんとか倒し、持っていたテープを奪取。これが動かぬ証拠となり、モルガンは逮捕されます。その後 FBC は解体。BSAA に吸収されて国連管轄の組織に昇格し、対バイオテロ組織として大きな権限を持つことになります。それから1年後の2006年、クリス33歳、BSAA にアンブレラ総帥、スペンサーの居場所の情報がもたらされます。欧州本部が主体となってスペンサー捕獲作戦を展開。クリスとジルはウェスカーの情報を求め、作戦に志願します。スペンサー邸に侵入したクリスは、アークレイ山地にあった洋館に似た内部の作りに、すべての始まりからすでに8年という歳月が過ぎたことを改めて実感するのでした。アークレイの洋館のような様々なギミックと、地下を徘徊する BOW を交わしながら、スペンサーの間に到達したクリスたち。しかしそこに待っていたのは、宿敵アルバート・ウェスカーでした。クリスとジルはウェスカーに連続で発砲しますが、超人的な力を得たウェスカーは全てを難なく回避してしまいます。クリスはウェスカーとの再戦に備えて鍛えてきた筋肉で接近戦の力勝負に持ち込みますが、これも通用せずあっという間に窮地に立たされます。ウェスカーにとどめを刺されそうになった瞬間、ジルが捨て身のタックルで、ウェスカーもろとも外貨に落下。クリスは最大のピンチを救われます。その後2人の捜索が行われますが、ジルはウェスカーともども行方不明となってしまいます。この出来事を境にジルは死亡扱いとされ、クリスは失意のうちに最大のパートナーを失ってしまいます。ジル喪失から3年後の2009年、洋館事件からはすでに11年が経過していました。この時クリス36歳、BSAA はアフリカキジュジュ地区で生物兵器の闇取引が行われるとの情報をつかみ、首謀者であるリカルド・ハーウィングの逮捕に乗り出します。そしてこの作戦にクリスも参加することになります。ジルを失った後、クリスはこれまでの戦いを振り返り、本当に身を挺してまでこの世界は守る価値があるのか、自問自答を繰り返すようになっていました。そんなことを考えながら迎えてくれたのは、新たなパートナーのシェバ。シェバのパートナーという言葉に敏感に反応し、忘れられないジル喪失時の記憶がフラッシュバックします。
クリスたち BSAA の部隊はアーウィングを追ってキジュジュ地区を進む中で、新型寄生生物プラーガタイプ2により変貌した住民に襲われ、部隊は壊滅状態になります。実は取引の情報は罠であり、BSAA は生物兵器の戦闘データ回収に利用されていたのでした。生き残ったクリスとシェバの2人は HQ に撤退要請の連絡を取りますが、指示はまさかの作戦続行。クリスはこの頃から少しずつ BSAA に対する不信感を抱くようになっていきます。後から来た増援部隊と共にアーウィングを追い詰めていきますが、アーウィングは自身にプラーガを投与し、巨大な水生生物型の BOW に変貌します。なんとかアーウィングを倒した後、クリスはジョッシュから入手したジルの画像を見せます。アーウィングの返答からこの地にジルがいることを確信したクリスは、一人先に進むことを決意し、シェバには撤退を進めますが、首を横に振るシェバ、パートナーとして最後まで一緒にいる意志に心を打たれたクリスは、二人でジルの行方を追って遺跡の奥深くへと進んでいきます。そこに待っていたのは宿敵ウェスカーと、行方を追い求めていたジル。しかしジルは P30 という薬品により精神を支配され、ウェスカーの手下として襲いかかってきます。クリスとシェバは連携して P30 投与装置を取り外し、ジルを洗脳状態から解放するのでした。そしてエクセラが不覚にも落とした PG67AW を切り札に、クリスは次第にウェスカーを追い詰めていきます。ウロボロス・ビルスのミサイルを搭載した爆撃機に逃げ込み、自身の計画実行を図ろうとするウェスカーに対し、それを阻止しようと、クリスとシェバはパートナーの連携で挑み、やがて戦闘の影響で爆撃機は火山の火口へと墜落していきます。計画を阻止され怒るウェスカーは、ウロボロス・ビルスを体内に取り込み、クリス絶対許さんぞモードに、ついにクリスとウェスカーの最終決戦の火蓋が切って落とされます。怪物と化したウェスカーの猛攻に苦しめられながらも、ここでもお互いにパートナーの連携力を見せたクリスとシェバ、そしてもはや伝説となったこの岩石殴りシーンです。二人の連携攻撃で大ダメージを負ったウェスカーは溶岩の中に転落します。その時ジルとジョッシュがヘリコプターで救援に駆けつけ、住んでのところで救出されるクリスたち、最後のあがきを見せるウェスカーに、クリスたちは積年の思いを乗せたロケランを発射。ついにウェスカーとの決着をつけます。帰路につくクリスに笑顔で応じるジルとシェバ。クリスは仲間の返す笑顔を守るだけでも戦う意味があると、自らが抱いていた問いにも答えを見つけるのでした。宿敵ウェスカーとの決着がついてから3年後の2012年、クリス39歳、戦時下にある東欧のイドニア共和国に、新型 BOW ジュアボが投入されているとの情報がもたらされ、クリスたち BSAA 部隊が鎮圧に乗り出します。作戦開始前、若い隊員に向けてバイオテロを撲滅するという BSAA の使命と、志を同じくする者を増やしていくため全隊員を守る誓いを、クリスは熱く語ります。感銘を受ける若い隊員のフィン、ジュアボとの戦闘を繰り広げる中で、クリスたちはエーダと名乗る職員を発見。反政府組織に協力しているネオアンブレラという組織と、シーウィルスの存在を知るのでした。エーダにうさんくささを感じ取っていたクリスはエーダを保護しながらも、目を離さないように指示します。しかし一瞬の隙を突かれ、エーダの罠にまんまとはめられた隊員たちはシーウィルスを投与されて次々に異形のクリーチャーナパドへと変貌してしまいます。その中にはフィンの姿も。変異したフィンが向かってきますが、撃つことをためらい、攻撃をまともに受けたクリスは後頭部を強打、気を失ってしまいます。そんなクリスをピアーズがなんとか救出。しかしクリスは後頭部を強打した影響で記憶を失い、この後行方をくらませてしまいます。イドニア介入から半年後の2013年6月、クリス40歳、とある酒場には酒に溺れる大男、クリスの姿がありました。そんなクリスをピアーズが発見します。かつて BSAA の生ける伝説として、若い隊員にも慕われた上司の変わり果てた姿に、ピアーズもショックを隠しきれません。しかし、BSAA の記憶がフラッシュバックしかけ、戻るべき場所であることを諭されたクリスは BSAA の隊長として副隊、自らの記憶をたどりながらも、中国で起きたバイオテロの鎮圧に向かいます。そして作戦遂行の中で、見覚えのあるさなぎの姿を見たクリスは完全に記憶を取り戻します。同時にエーダの罠にかかって失った隊員のことを思い出したクリスは、
エーダへの復讐心を燃え上がらせます。早くエーダにたどり着こうと暴走するクリスはいつもの冷静な判断を書き、ピアーズの忠告も無視して突き進み、さらに隊員を失っていきます。そして、ついにエーダを追い詰めるクリス。しかしエーダを射殺しようとしたところに割って入ってくる人物がいました。合衆国エージェントとなったレオンはクリスを制し、すべての黒幕は大統領補佐官のシモンズという男であることと、エーダを証人として確保するように説得します。レオンの言葉に冷静さを取り戻し、受け入れるクリス。しかし、一瞬の隙をついたエーダは逃走。レオンにシモンズ確保を任せて、引き続きエーダを追っていきます。ネオアンブレラの巣窟となった空母にエーダを追い詰めたクリスたちですが、エーダはシモンズの放った刺客に暗殺されてしまいます。実はこのエーダと名乗っていた女性はカーラ・ラダメスであり、シモンズの歪んだ愛が生み出したエーダのコピーというべき存在ということが後にわかるのですが、そんなことを全く知らないクリスはレオンにエーダ死亡を伝えてしまいます。レオンからネオアンブレラにシェリーとジェイクが捕らえられたことと、ジェイクがシーウィルスの抗体を持っており、ウェスカーの息子であることを告げられるクリス、二人を救出するため、海底油田へと急行します。かつてウイルスで世界を壊滅させようとしたウェスカーを自らが倒し、今度は世界を救う鍵となる抗体を持つその息子を救出しに行く皮肉を語るクリス。ウェスカーとの決着で引き際を考えていたクリスは、ピアーズに BSAA の将来を託し、引退することを決意します。そして海底油田内部で2人を救出したクリスは、ジェイクに対し、父親を殺したことを隠さずに伝えます。父親を殺した理由を問われたクリスは、BSAA と個人の両方である旨を伝えます。世界を救うために行った正義の行為であっても、それはジェイクにとっては悪でしかない。と考えていたクリスには撃たれる覚悟ができていました。しかしジェイクは銃口を外し、父親との違いを見せます。そしてカーラが用意していたシーウイルスの最終兵器ハウスが起動します。たった一体で世界のウイルス感染率を 100% にする脅威に立ち向かうクリスたち。しかしハウスは強力で、戦闘の最中、ピアーズは片腕を失い、クリスも最大のピンチにさらされます。ピアーズはカーラから回収していたシーウイルスを自らに投与。変異した腕の電撃の力とともにクリスはハウスの撃退に成功します。クリスは変異したピアーズと共に脱出を試みますが、もう手遅れになっていることを悟ったピアーズは、脱出ポットに乗り込む直前にクリスを突き飛ばしてハッチを閉め、単身で脱出させるのでした。崩れゆく海底油田に残り、クリスを見送るピアーズ。しかしそこには追撃してくるハウスの姿が。ピアーズは最後の力を振り絞った電撃をハウスに直撃させ、海底油田の爆発とともに散っていきます。海上に出たクリスの手には、ピアーズから託された BSAA のワッペンが、BSAA を託すというピアーズの意思を汲み取ったクリスは引退を撤回。BSAA の隊長としてバイオテロを撲滅するその時まで、戦い続けることを決意するのでした。2014年、クリス41歳。裏社会でウイルスや BOW を取引する死の商人グレン・アリアスの調査中に捕らえられたエージェントを救出するため、アリアスの館をメキシコ軍特殊部隊と吸収します。クリスもこの作戦にバイオテロ対策のエキスパートとして招聘され、参加することになりました。しかしエージェントは家族ともども殺害されており、アリアスが配置していた数々のトラップと、A ウイルスに感染したゾンビの群れに部隊は壊滅。クリスはアリアスと直接対決に持ち込みますが、逆に深手を負わされてしまいます。アリアスが準備していたゾンビたちはクリスたちのみを敵として認識しており、T ウイルスのゾンビとは明らかに異なる特性を見せていたのでした。元スターズメンバーで大学教授に転身したレベッカ・チェンバースは、A ウイルスを解析、かつてレオンが対峙したロス・イルミナドス教団のプラーガにウイルスの特性が近いことを発見するのでした。クリスはレベッカと共に、かつてプラーガと教団に対峙した経験者の協力を得るべく、レオンとの接触に向かいます。しかし、レオンはとある酒場で酒に溺れていました。爆破テロの捜査に当たっていた際に情報屋の裏切りに遭い、任務に失敗。多くの仲間のエージェントを失ったことと、終わりのない戦いに疲れ、自暴自棄になっていたのです。クリスはどこかで見たことある光景だな、と思いながらも、説得を続けていると、アリアス配下のマリア・ゴメスとディエゴ・ゴメスが急襲。
レベッカが拉致されてしまいます。クリスは正気に戻ったレオンと BSAA の精鋭チームシルバーダガーのメンバーと共に A ウイルスの散布阻止と拉致されたレベッカ救出のためニューヨークにあるアリアスの拠点に乗り込んでいきます。クリスは拠点屋上でアリアスと再び対決。ディエゴを取り込み、タイラント型の BOW に変異したアリアスに苦戦しますが、レオンとシルバーダガー部隊の協力で撃退します。A ウイルスを投与されていたレベッカもワクチンで回復。ゾンビに変異したニューヨーク市民も元の姿を取り戻します。レオンにいつまでこんなことを続けられると思うかと尋ねられたクリスは、そんな先のことはわからない、と笑顔で返すのでした。アリアスの事件から1年後の2015年、クリス42歳、サンフランシスコで感染経路不明のゾンビ発生事件が多発します。クリスはリハビリ期間を経て復帰したジルと共に、事件現場に向かいます。しかし、先行したジルが独断で現場に潜入し、内部にいたゾンビを持ち前の戦闘技術で撃退します。クリスは独断先行したジルを諌めますが、聞く耳を持ってもらえません。ジルはかつてウェスカーに洗脳された状態でクリスたちを襲ったことで自分を責めており、その罪を償おうと必死になっていました。クリスはかつて自分の後継者と考えていたピアーズを失った時の思いをジルに打ち明け、仲間を失う苦しみを分かってもらおうとしますが、やはり聞く耳を持たないジル。クリスは困り果ててしまいます。その頃、事件を調査していたレベッカは、事件の被害者が T ウイルスの変異型に感染していることと、全員がアルカトラズ島を訪れていた履歴があることをつかみます。事件の発端を追って、クリスはジル、クレアと共にアルカトラズ島に調査に向かいます。島内の監獄を観光している一般客に紛れ、調査を進めていると観光客が次々にゾンビに変貌。状況がつかめないままクリスたちはゾンビと戦闘になり、ジルとはぐれてしまいます。クレアと共にジルを見つけようと進んでいると、事件の首謀者ディランが放ったバイオドローンによりウイルスを注射され、監獄に囚われてしまいます。その後、テイラー博士を追って島内に潜入したレオンとジルが救出に来ますが、レオンもウイルスを注射され、絶体絶命のピンチに。しかし、苦しむクリスたちのところにレベッカが駆けつけ、ワクチンで発症を免れます。回復したクリスたちは、自らにウイルスを投与し、超巨大クリーチャーと化したディランと対決。プラズマライフルでも倒れない異常なタフさに苦戦を強いられますが、歴代の主人公揃い踏みの息の合った連携と、ジルの起点で撃退します。今回の戦闘でジルとの信頼感を再確認したクリスは、彼女が本当の意味でチームに復帰したことを確信し、笑顔でグータッチを交わすのでした。バイオハザード6から4年後の2017年、クリス44歳。クリスは対バイオテロ専門の民間軍事会社、アンブレラが派遣した部隊の対 BOW オペレーションの軍事顧問として、ラーキングフィア作戦に参加します。新生アンブレラは2007年に旧アンブレラの退職者たちによって創設され、企業理念もアンブレラの罪の清算を掲げており、その贖罪意識の表れとして、あえて社名をアンブレラとしていました。活動は世界に拡散された生物兵器の根絶、また生物兵器を扱う犯罪者たちの捕獲であり、今回もその一環の作戦として、ベーカー邸事件の原因となった E 型特異菌と生物兵器エブリンを開発した犯罪組織、コネクションとのつながりが疑われるルーカス・ベーカーの確保を目的としていました。クリスは新生アンブレラに旧アンブレラの職員が在籍していることや、アンブレラという企業名そのものに疑念を抱いており、完全には信用しきれない様子を見せます。不信感を抱きながらも、ルーカスを追ってクリスは一人潜伏先の鉱山に侵入していきます。ルーカスは内部に数々の異常な罠を仕掛けており、先行して捕まった隊員が次々に殺されていきます。その罠をかいくぐって、やがてクリスはルーカスを追い詰めていきます。ルーカスはすでにコネクションに見切りをつけており、E 型特異菌のデータを別の組織に流そうとしていました。追い詰められたルーカスは自らに特異菌を打ち込み、巨大なクリーチャーに変異します。クリスは熟練の戦闘技術で変異ルーカスを倒し、送信途中であったデータもサーバーごと銃撃して破壊。データの流出を食い止めます。任務完了後、ベーカー邸跡に残った一家の写真を見て考えを巡らせるクリスのもとに、
キャンプに戻るように指令が入ります。クリスは休む間もなく、また新たな戦いへ赴くことになります。ベーカー邸事件から3年半後の2021年2月、クリス47歳。クリスとハイカの部隊は、BSAA の指示で東欧に移住したウィンターズ一家を襲撃。イーさんの妻のミアを殺害し、イーさんと娘のローズマリーを拉致します。実はクリスが殺したミアは、ベーカー邸事件を引き起こした生物兵器エブリンと同じ特異菌による生体運動能力で擬態したミランダで、ミランダはローズを誘拐するためにミアになりすましていました。クリスはイーさんとローズを守るためミランダを殺害しますが、死体にまで擬態できることを想定しておらず、クリスの部下がイーさんとローズを連れ出して護送している最中にミランダが蘇生。護送車は大破します。そしてクリスが駆けつけた時には、すでにイーさんとローズは姿を消した後でした。状況がわからぬままミランダの支配するカンソン一帯に放り出されたイーさんは、ローズの行方を追って、カンソン内の各領域を支配する4貴族と対峙し、事件の背景であるローズの隠された秘密とミランダの陰謀を少しずつ知っていくことになります。クリスは4貴族の一人であるハイゼンベルクの拠点工場内でイーさんと再会。妻を殺されたと思い込み、詰め寄ってくるイーさんに対し、事件に巻き込みたくなかった思いと、この事件の真相をイーさんに話します。クリスは自走砲をイーさんに託し、ハイゼンベルク工場を爆破するため、爆弾の設置に戻っていきます。一人で突っ走るなと言いながらも、民間人にハイゼンベルクと戦わせる気満々でしょとツッコミを入れたくなりますが、イーさんは何とか変異したハイゼンベルクを撃破します。それもつかの間、突如ミランダが現れ、心臓を貫かれるイーさん。その場で絶命してしまいます。部下からイーさん死亡の報告を受けたクリスは、精鋭部隊ハウンドウルフスカットを率いてミランダの元に向かいます。同じ頃、BSAA の強襲部隊もまたミランダ制圧のためにカンソンに到着していました。BSAA が来ることを予期していたクリス。BSAA はベーカー邸事件の原因がエブリン抹殺作戦の失敗にあって、エブリンの逃亡を許し、結果として民間人の感染につながった事実を世間に公表されることを恐れ、隠蔽工作を行っていました。このことを知ったクリスは、以前より BSAA に対して抱いていた不信感が極限に達し、ハウンドウルフ隊と共に BSAA から一線を画し、独自の行動をとるようになっていました。ライカンと特異菌が跋扈する村を突破し、地下にある洞窟に向かったクリスは、エブリンを生み、ミランダに力を与えた特異菌の元となる金婚を発見します。クリスは金婚に N2 爆弾を仕掛け、さらに洞窟の奥でミランダの研究室を見つけます。そこでミランダの目的と、アンブレラ総帥であったスペンサーがかつてこの地を訪れてミランダに指示していたことを知り、驚きを隠せないクリス、そして奥の牢獄に囚われていた本物のミアを発見します。そしてミアより、イーさんが特異菌で転生した特殊な存在となった事実を知らされることになります。同じ頃、イーさんは夢の中でエブリンより自分の秘密を聞かされることになります。自らの体に限界が来ていることを悟ったイーさんはローズを救出すべく、祭壇にいたミランダと対決。苦戦しながらもミランダを撃破します。そこにクリスがようやく駆けつけます。ハイゼンベルクの時といい、今回は出遅れ感が否めません。クリスはイーさんとローズを連れて脱出を図りますが、体が崩れ限界を超えたイーさんはローズと自身のコートをクリスに託し、残りの力を振り絞って自分を犠牲にして金婚に仕掛けられた爆弾を爆破。金婚と自分、そして村を破壊します。クリスはヘリコプターの中で、ミアにイーさんの死と彼を救えなかった無念を伝えます。イーさんを失った悲しみをかみしめる暇もなく、ハウンドウルフ隊の部下からは村に送り込まれた BSAA の兵士たちが BOW であったという衝撃の事実を告げられます。バイオテロを撲滅するために設立された組織が BOW を使うという暴挙に出たことに、クリスは BSAA の理念が完全に失われたことを悟り、腐敗した自身の所属組織に決着をつけるべく、BSAA 欧州本部へと乗り込んでいくのでした。ここで冒頭の質問について、答えを整理しておきます。皆さんの正解数はいくつでしたか？コメント欄に書き込んでいってください。1、クリスのフルネームはクリストファー・レッドフィールド。2、ビレッジ時点で何歳？ 47 歳。3、クリスをスターズにスカウトしたのは
バリー・バートン。4、クリスの趣味はロックミュージック。5、ジルとは恋人関係にある？仲間以上恋人未満。6、ヴィレッジの英語版声優担当は他のどのバイオ作品のキャラクターを担当した？ RE3 のカルロス・オリベラ。7、クリスが登場したゲーム CG アニメーションのバイオ作品は全部で何作品？10作品。8、クリスはウェスカーとシリーズ全体で何度対戦した？合計6回。9、ジェイクに父親を殺した理由を何と答えた？ BSAA として個人としての両方。10、クリスとコンビを組んだことがあるのはジル以外では誰？クレア・レッドフィールド、ジェシカ・シェラワット、シェバー・アロマー、ピアーズ・ニバンス、レオン・ベス・ケネディ。11、クリスがルーカス・ベーカー捕獲するために参加した作戦名は？ラーキング・フィア作戦。12、クリスが率いている BSAA 精鋭部隊の正式名称は？ハウンドウルフ・スカット。はい。今回は初代バイオハザードから最新ナンバリングタイトルバイオハザードヴィレッジまで活躍してきたシリーズ主人公の筆頭クリス・レッドフィールドについて解説してきました。ピアーズより託された BSAA が腐敗した事実とどのように向き合っていくのか、そして謎の組織、コネクションにどのように決着をつけていくのか、バイオハザード9でのクリスの活躍に期待したいですね。泣けるぜ。